はい、皆さんこんにちは。旅は人の常、略して旅常です。ただいまカイロ国際空港のターミナル1に来ていまして、本日はエジプトカイロから南にある歴史的に重要な街であるルクソールに飛行したいと思いますので、その時の搭乗機ご紹介したいと思いますが、早速ね、もうカイロの空港がカオスすぎてもう何が何だか分かってないんですけれども、とにかくね、カイロの空港に入るまでにまず2回セキュリティ通らなきゃいけなくて、それもね、チェックインカウンターに着く前にすでに2回セキュリティ通らなきゃいけないので、すごくなんか動線が分かりにくくて、なんか国内線と国際線の出発がごっちゃになってるので、なんかすごく分かりにくかったので、それだけでね15分ぐらいかかりましたと。ドメスティック&ペトロリウムフライトってなんだろう。これそもそもチェックインカウンター行くのにセキュリティ通んなきゃいけないんですよね。そこからですね、さらにチェックインカウンターに到着いたしましたと。で、今回使わせていただく航空会社がエアカイロっていうね、なんかエジプトのなんか新興航空会社 LCC なのかもちょっとよくわかんないんですけれども、そんな感じの航空会社を、使う予定でございますが、なんと本日のフライトが9時50分発だったはずなんですね。で、チケットにもちゃんと9時50分って書いてあって、特にフライト時間の変更の連絡もなかったんですけれども、空港到着してからそのフライトがなんと10時50分に変わっていたっていうことに気づいたんですね。で、なんで変わってんのかって聞いたら、サマータイムで、時間が変わったからっていうんですけれども、だったらもうフライトの時間も最初からそのサマータイムを考慮した時間で販売するべきじゃないですか。なのにそれをせずに、しかもフライトの時間の変更も連絡せずに1時間変わっていたっていうのを空港着いてから気づいたので、1時間早まったよりはねまだマシなんですけれども、1時間ね時間を潰す羽目になってますと。で、まだチェックインも今できない状況で、2時間前からチェックイン始まるっていうことなので、今時刻が8時50分で、午前9時からチェックインが始まるっていうことなので、ちょっと今カフェで待ってるんですけれども、なんかサマータイムって最初から分かってることなんだったら、それってチケット販売するときにもう織り込み済みじゃないですか、普通。それが織り込み済みじゃなかったのがちょっとびっくりなのと、じゃあ織り込み済みじゃなかったのはいいとして、サマータイム変わったときにじゃあフライトも変わりましたって連絡してくれてもいいかなと思うんですけれども、メールチェックしたんですけれども連絡は一切なかったので、ちょっと残念ですね。空港のオペレーションもそうですし、この航空会社のオペレーションも早速、発展途上国あるあるといいますか、そんな状況でございますので、ちょっとこれからが心配ですが、一応ルクソールまではねフライト1時間の、予定でございますので、そこだけ安全につければいいかなと思います。とにかくエジプトは滞在して2日間ぐらい経ってるんですけれども、何もかもがカオスすぎて我々の常識が一切伝わらないっていうか、我々の常識が一切ね通じないような国でございます。とにかくなんか我先にみんな動こうとしますし、ルールとかもねちょっとよく分かんないっていうか、なんかいろいろオペレーションとかがなんか常識外れすぎて、何も分かってないって感じですが、もうちょっと旅行するの大変ですね、エジプト。しかも全然なんかフライト変更したことに対して謝んないのも個人的にはびっくりしました。勝手に変えやがってって思って、あと1時間寝れたじゃんとか思ったんだけど、そんなこと文句言っててもしょうがないですよね。普通日本だったら絶対謝るはずなんですけどね。謎にインドメがあったのでカフェでインドメ食べます。せっかく買ったクロワッサンですが死ぬほどまずいです。ごめんなさい、もうフィルターかけられない。マジで死ぬほどまずいこれ。はい、チェックインが完了したので、これからゲートの方に向かいます。3度目のセキュリティですね。はい、結局セキュリティは通れずじまいで、これなんかフライトごとにセキュリティを通るようなシステムになってるので、自分のフライトが呼ばれるまではセキュリティ通れません。はい、自分のフライトがこのように呼ばれたらセキュリティ並んでセキュリティを通るシステムですね。国内線運用なのでそれはよくあるかもしれないですね。トイレ今のうちに行っとけっていうことだそうです。中にトイレないんかいって感じですけれども、面白いですね、このゲートの仕組みが。通ったらもう中はトイレないのか。面白いな。いいや。はい、セキュリティ通るとね、こういうゲートエリアになりまして、なんかどのフライトの街なのかちょっとよくわかんないです。若干やっぱりオペレーションのところがね分かりにくくて、すごくね国内線にしてはなんか難しいです。特にアナウンスなどはありませんでしたが、なんかみんな並び始めたのでとりあえず並んでます。全体的になんかインフォーマルな感じですね。Claro, es diferente. Nos sacamos la misma cantidad de... Bueno,
ドアは1箇所しか開けてくれないので、バスの中から列をなしてバスを出ます。本日の機材は ATR ですね。久しぶりに乗りますよ。 ATR3 年ぶりとか4年ぶりぐらいかな。アメリカ国内だとなかなかねプロペラ機っていうのも見ないので珍しいですね。そもそもこの入り口の時点で止められてるんですね。でちょっとずつ人を放出してる感じです。はい、エア回路登場です。Hola, por con los hogares de Neca Feliz. 登場後ろからなんですね。面白いですね。前はね実は荷物入れになってて、前からは登場できないようになってました。こんな感じの機内です。かなり狭いですが小さい機内なのと国内線なので妥当かなっていう感じの機内です。綺麗さは普通ですかね。そんなね特別汚い感じでもないのでまあってところですかね。綺麗さに関してはちょっと残念なのが、ここのねこのなんか椅子のなんか足があるので荷物がすごく置きにくいんですよ。そこだけちょっと残念ですね。ただ逆にここ足伸ばせそう。ちょっと狭いけどこんな感じ、足伸ばせる。窓はすごい曇ってますね。なんでこんな汚いんだろうってくらい曇ってます。テーブルもね一応ついてるけど、ほとんど使えたもんじゃないですね。なんかすごい曲がってるし、見えるかな。なんかすごい曲がってるんですよ。で結構汚いんで多分使わないと思います。こっちには何が入ってるのかよくわかんないけど、多分これ開けちゃダメなやつだよね。多分汚いけどシートポケットではなさそうです。シートポケットはこっちだけですね。エア回路の ATR72 600型っていうんですかね。こんな感じになってます。オペレーションは謎放棄でございましたが、なんとか登場できまして、今すでにね25分ぐらい遅れてるんですけれども、これからもさらに遅れそうな雰囲気なので、これちょっと待ってます。とりあえずでも飛行機に乗れただけでまだいい方ですよね。もうなんか出発しそうな雰囲気もあるし、ちょっとわかんないですね。今ドアが閉まったのでもうすぐで出発できそうです。約30分遅れてますが、特に急ぐ雰囲気もなさそうです。国民性なんですかね。 Flight number 52 bound for Luxor. Our flight time will be 1 hour and 20 minutes. Will be flanked at below 17,000 feet. You are kindly requested to remain seated and keep the seat in our position and secure the tray table in front of you. Thank you and have a nice flight. Ladies and gentlemen, may I have your attention for the following demonstration concerning the safety on board. Exits. In case of emergency evacuation, there are 4 exits.
ういうジュースが多いイメージです。このねアップルとかはジュースどこ行ってもねもらうんですよ。すごいなんかジュースをいっぱい飲むイメージなんですよね。Ladies and gentlemen, we have just landed at Luxor International Airport with the local time 12:50 p.m. Just if others are kindly requested to remain seated until we reach our conversation, the captain switch off the seatbelt sign. Faisal and Sir crew would like to thank you for joining us today and hope to see you on our future flight. It's very pretty. すごい道路がボロボロでスーツケース運べないわ。ドライバーさんに運んでもらってます。空港自体はめちゃめちゃ綺麗なんですけれども、ご覧いただけるようになんか途中までしかできてないみたいな雰囲気ですね。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。これでエジプト国内線エアカイロで行くカイロ発ルクソール行きの搭乗機終了したいと思います。なんかね、空港内は結構動線が分かりにくかったりセキュリティ何回も通んなきゃいけなかったりして、あとね航空会社の方も事前の連絡なしに、フライトの時間変更されたり、あとはね遅延もしたんですけれども一切アナウンスもなく謝罪もないので、よくわからない状況でとりあえず到着しました。そういった国民性というか、そういった国なんでしょうね。おそらく国内線に関しては過度に期待しちゃう方が悪いかなと思いまして、私も特に期待せずにこの飛行機に乗ったので、そんなもんでしょうっていうような感じでした。無事ホテルに到着しまして、見てください。この反射だけで見えると思うんですけれども、めちゃめちゃ綺麗な景色を前に今撮影してます。ホテルがね素晴らしいところにありまして、ソネスタセイントジョージっていうルクソールにあるホテルでございます。あともう一つね、空港のセキュリティで一つ思ったのが、セキュリティ通るときに、男性と女性でこう通るところが分かれてるんですね。なんでかっていうと、このピピピっていう四角い金属探知機か通るときに、通った後に必ずこうパッドダウンされるんですけれども、男性女性と分かれてるんですけれども、私通った時に男性のとこ通ったら、そのセキュリティの人がなんか man or woman って聞いてきたんですよ。man or woman って最初は何のことかなと思って、はみたいな感じの顔して、そしたら man woman man みたいな感じで言ってきたので、もちろんアクセントとかもあって本当に何言ってるのか分かんなかったんですけど、気づいたのがなんか男か女かってこう私に聞いてきたんですね。で、どう見ても男でしょって思うんだけど、もしかしたらこうポニーテールがあるからかもしれないんですよね。エジプトを見てるとやっぱり男性で長い髪っていうのはなかなかいないので、珍しいと思ったのかで、本気で聞いてきてるのか冗談かは分からなかったんですけれども、もし本気で男性か女性かこれで分かんなかったら
それはそれでなんかおかしいと思いますけど、逆にこう冗談で言ってきてるならね、全然もう真剣な顔で言ってきたので冗談じゃないとは思うんですけれども、真剣な顔でこう「Man or Woman」って聞いてきたので、もし冗談でそういうこと言ってたら全然面白くないし、セキュリティ空港のさ、国際空港のだよ、セキュリティのところで冗談で男か女かを聞くっておかしくないですか？いくら国民性とかなんかそういう国だからとかじゃなくて、それをどう考えてもおかしいでしょって思ったので、ちょっと残念な経験っていうか残念な体験でした。全体的にねこうエジプト今のところね残念なところが非常に多いです。もう私のエジプトの全部のビデオはまた別のビデオでご紹介しますので、ぜひエジプトの動画も今後見てみてください。はい、それでは経験としてはあんまり良くなかったけれども、安全に到着いたしましたエジプト国内線の搭乗機終了したいと思います。このチャンネルではね、アメリカに住んでる私がアメリカの生活の情報であったり、旅の情報、飛行機の搭乗機、あと街の紹介などをしていまして、アメリカから世界中を旅してその動画も作っておりますので、旅が好きな方であったり、アメリカの生活に興味がある方、海外が好きな方、海外旅行が好きな方、もしくはね今後アメリカに住む予定の方、留学に行く予定の方などに楽しんでいただける動画となっております。ぜひチャンネルの方もご覧いただいて、もしこのチャンネルが面白いと思っていただけた場合には高評価ボタンのクリックとチャンネル登録のボタンクリックよろしくお願いいたします。それでは次の動画まで。バイバイ。